皆さんはこの鳥の名前は知っていますか？見ての通り、この鳥はカラスなのですが、ただのカラスではありません。よく見ると足が3本生えていますね。これは伝説上の大ガラスとされているヤタガラスです。ヤタは長さのことで、とても大きなカラスだったということになります。同様に大きな鏡ということで、ヤタの鏡という神器もありますね。ヤタガラスは熊野本宮大社のシンボルとして有名ですね。その他にも日本サッカー代表チームのシンボルマークや陸上自衛隊中央情報隊のマークにも採用されています。日本の代表チームや自衛隊の部隊マークに採用されるヤタガラスとは一体どんな存在なのでしょうか。今回はヤタガラスにまつわる神話や同名の日本の秘密結社ヤタガラスについてご紹介したいと思います。そもそもヤタガラスとは何なのかについてご説明しましょう。ヤタガラスは日本神話に登場します。初代天皇である神武天皇が九州から大和へ渡った神武統制。神武統制は奈良を侵攻しようと南紀、熊野から北上する際に険しい山中で道に迷ってしまいました。すると天照大神、古事記では高見むすひの神が使わせた三本足のヤタガラスが現れ、神武天皇らの軍勢を大和まで道案内し、彼らを勝利に導いたとされています。神武天皇の皇居であったうねびの橿原宮の跡地に建てられたのが現在の橿原神宮ですが、橿原神宮の絵馬、お守りにはヤタガラスがマークとして使われています。そして熊野那智大社の境内には烏石が存在します。大和までの道案内を務めたヤタガラスが熊野の地に戻り、石に姿を変えて休んでいると言われているのです。また、日本に限らず三本足のカラスは火の神イコール太陽を表しており、太陽の化身とされています。中国神話では三足烏と呼ばれ、漢王朝時代の壁画が残っていたり、朝鮮やエジプトにおいても三足烏が描かれた壁画が残っているそうです。三本足の由来や意味については国や伝承により諸説ありますが、一説では陰陽五行説に基づき、2は陰で3が陽であり、2本足より3本足の方が太陽を象徴するのに適しているからであるとも言われています。また、熊野本宮大社では、ヤタガラスの3本の足は、それぞれ、天、地、人を表し、神と自然と人が同じ太陽から生まれた兄弟であることを示すとしています。戦術した日本サッカー代表チームや陸上自衛隊、神社では、ヤタガラスがシンボルマークとされていましたが、光を与え、勝利や平和に導くという意味では、素晴らしいチョイスだと思いませんか？そして、そんなヤタガラスですが、まさにその名を冠した裏の組織が存在するという噂を皆さんはご存知でしょうか？裏の組織ヤタガラス、正式名称ヤタガラス陰陽道は、古代から現在に至るまで日本を裏側から支えている世界最古の秘密結社とも言われています。目的は日本天皇家を守ること。神道で神とされてきた天皇を守る護衛団のような存在です。古代氏族の鴨氏の一部が古代から連綿と続けられてきた神道儀式を執り行っていると言われています。彼らは全員が神原と呼ばれるカバラの達人で陰陽師でもあります。ヤタガラスは神原秘密結社とも呼ばれているようです。陰陽師といえば安倍晴明が有名ですが、晴明の師匠を輩出したのが鴨氏です。神話では
ヤタガラスは3本足のカラスとして描かれていますが、実際は人間だったのではないかという説もあり、鴨神社には鴨氏の始祖である竹津海の命、別名ヤタガラスが祀られています。ヤタガラスの構成員は全員戸籍を持っておらず、地下に住んでいると言われています。公には存在しない人として暗躍しているそうです。日本では戸籍のない人は20万人ほどいるそうですが、その約半数がこの組織の人なのだとか。戸籍がないので、彼らは互いをコードネームで呼び合います。中枢を担っているのは、12カラスと呼ばれる12人であり、さらにその上に大ガラスと呼ばれる人がいます。それ以外のヤタガラスの構成員は、カラス天狗と呼ばれ、外部との伝令役を務めています。そういった存在が忍者の元になっているのではないかという説も。大ガラスは3人存在し、3人で金士と呼ばれ、彼らが揃うことで裏天皇として機能するといいます。私たちがよく知っている天皇は表の天皇です。ヤタガラスはこの表の天皇に何かがあった場合に変われるように、そしていざ有事になった時に国を守れるように、神道儀式全般、カバラ、陰陽道を教え込まれているといいます。カンバラは裏の陰陽道のことを指すそうですが、カバラとはユダヤ教、古代イスラエルの秘儀です。そのため、ヤタガラスはイスラエル12氏族のうち、祭祀を司っていたレピ族の末裔であり、カモジと呼ばれる旗氏の一派ではないかとも言われています。ヤタガラスには次のような掟があるそうです。1、直接政治に関わってはならない。2、裏で政治を動かすことがあっても、決して表には出てはならない。3、拠点はあくまでも天皇が住まう京都である。4、京都から出るには必ず禁止の許可が必要であり、自分勝手な行動をしてはいけない。5、日本国外へ出ることは絶対にあってはならない。このように、裏で暗躍するヤタガラスですが、時には日本を変えるために政治活動をしたり、文筆活動をしたり、表に出てくることもあるようです。急に注目を浴びるようになった人の中には、このヤタガラス出身の人もいるのだとか。ひょっとして、今世間を賑わせているあの人も、ヤタガラスだったりして、なんて勘ぐってしまいますね。いかがでしたか？謎が多いだけにミステリアスな印象を抱いてしまうヤタガラスですが、影から日本を支えてくれているのかもしれないと思うと、心強い存在でもありますね。導く者としてのカラスの話は、実は日本神話だけではありません。ギリシャ神話でもカラスは太陽神アポロンの使いとされ、こちらも驚くことに3本足です。最初は白い色をしていましたが、後にアポロンの怒りを買い、黒くなったと言われています。紀元前4世紀のアレキサンダー大王伝説にも残っています。エジプトを征服したアレキサンダー大王は、ファラオとして認められるべく、砂漠のオアシスにあるシバのアメン神殿へ向かいます。その時に砂嵐に巻き込まれて道に迷うのですが、1羽のカラスが現れ、アレキサンダーをオアシスまで導いたというものです。まさに神武天皇の統制伝説に似ていますよね。アイヌ神話では次のように語られています。神が世界を作ろうとした時、魔物が邪魔をして太陽を飲み込もうとしました。しかしその時、カラスが魔物の喉に飛び込んで、喉を詰まらせ、世界を救います。カラスは一度世界を救ったので、何をしてもいいと思って人間の食べ物を盗んだりするようになった、と。他にも、旧約聖書に出てくるノアの箱舟がアララト山の山頂に漂着した時に預言者のノアが
最初に放ったのがカラスだった、なんて話も残っていますね。そもそも日本神話に残るヤタガラスの伝説も遠く離れた地からやってきたのでしょうか。それともヤタガラスの神話が元になって世界に広まったのでしょうか。真相は究明されておらず、謎は深まるばかりですが、こうも思いませんか？鳥には、ましてや神々には国境はないと